みんな、ずんだもんが世界のニュースをずんだ餅みたいにペタペタお届けするのだ。今日は日本のニュースを見ていくのだ。ところで、みんなが知ってる英語のジャパンって呼び名、実はその語源は中国語での日本国の読み方から来てるらしいのだ。びっくりなのだ。歴史って面白いのだね。今日はそんな日本のニュースをドドンと3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。日本銀行利上げが現実味を帯びるという記事なのだ。日本銀行がもうすぐ金利を上げるかもしれないのだ。早ければ10月にもって予想されているのだ。なんだか経済指標が回復してきて、みんなの消費の気分も上がってきたかららしいのだ。特に内閣府の9月の経済報告では、国の GDP の半分以上を占める個人消費の評価が13ヶ月ぶりに持ち直しの兆しがあるに上方修正されたのだ。これまでの報告にあった消費者の気分は改善が緩やかっていう文章も今回は消えちゃったのだ。これは日銀が金利を上げる可能性がもっと高くなってきた証拠なのかもしれないのだ。みんな、今後の動きに注目なのだ。この動画が良いなって思ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。さあ、みんなで日本の今を一緒に見ていくのだ。皆さん、こんにちは。今日は、日本について紹介するのだ。アジアの東に位置する島国で、首都はきらびやかな東京なのだ。古くから独自の文化を育み、武士の時代を経て、現在は象徴天皇制の立憲民主主義国家なのだ。人口はおよそ1億2000万人。自動車や電子機器、ロボット技術といった先進産業が経済を支えているのだ。漫画やアニメ、ゲーム、そして繊細な和食や茶道、伝統的な祭りといった豊かな文化は世界中で愛されているのだよ。最近では、持続可能な社会を目指す環境技術の開発や、地方創生に向けた観光振興が大きな注目を集めているのだ。四季折々の美しい自然も魅力的な奥深い国なのだ。一つ目のニュースなのだ。小泉の改革要求トーンダウンの理由という記事なのだ。小泉進次郎農林水産大臣が自民党の総裁選で改革を叫ぶ声を控えめにしているというお話なのだ。去年、彼が初めて総裁選に出た時は、ガラス張りの本部に大胆な SNS 戦略、銀座での華々しいスタートと、とても派手なキャンペーンを展開したのだ。まるで、お父さんの小泉純一郎元首相みたいに、金融スキャンダルで揺れた自民党に改革を求める、異端児を演じたのだ。でも、今回2度目の総裁選では、彼の口調は随分控えめになっているのだ。社会や労働改革といった、ちょっと議論になりやすい提案は避けているそうなのだ。その代わりに、これまでの政権の仕事をしっかり引き継いでいくことを約束しているのだ。つまり、前回の派手な改革派とは違って、今回は堅実で安定した路線を選んでいるように見えるのだ。彼の戦略が大きく変わっているのが興味深いのだ。二つ目のニュースなのだ。日本銀行、利上げが現実味を帯びるという記事なのだ。日本銀行がもうすぐ金利を上げるかもしれないのだ。早ければ10月にもって予想されているのだ。なんだか経済指標が回復してきて、みんなの消費の気分も上がってきたかららしいのだ。特に内閣府の9月の経済報告では、国の GDP の半分以上を占める個人消費の評価が13ヶ月ぶりに持ち直しの兆しがあるに上方修正されたのだ。これまでの報告にあった消費者の気分は改善が緩やかっていう文章も今回は消えちゃったのだ。これは日銀が金利を上げる可能性がもっと高くなってきた証拠なのかもしれないのだ。みんな、今後の動きに注目なのだ。3つ目のニュースなのだ。熟練労働者ビザ保有者、新プログラム開始前に過去最高を記録という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。
日本の特定技能在留外国人の数が今年6月末時点でなんと過去最高の33万6196人に達したのだ。これは去年の12月末と比べて 18.2% も増えているのだよ。一番多いのはベトナム出身の人たちで 44.2%、次にインドネシアが 20.7%、ミャンマーが 10.6%、フィリピンが 9.7%、中国が 6.0% と続いているのだ。この特定技能ビザは特定の分野で人手不足を解消するために2019年に始まった制度なのだ。ビザには1号と2号の2種類があるのだ。1号は最長5年間働けるのだ。もっと高いスキルを持つ人向けの2号は期間の更新に制限がなく、家族を呼び寄せることもできるのだ。日本で活躍する外国の皆さんが増えている証拠なのだ。今日は日本の豊かな文化や自然に加えて政治や経済、社会のさまざまな動きまで奥深い日本の今を感じられたのだ。変化し続ける日本をこれからもみんなで注目していくのだ。また次回もよろしくなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。